ボンジョーノ。フィレンツェの旅、今日は3回目の動画になります。アルノ川のほとり、ベッキオ橋が見える岸辺に来ています。今日はあいにくの曇り空ですが、これはこれで晩秋のヨーロッパのしっとりとした風情があります。街灯の足が猫足というか獣の足のようで、なかなかインパクトのあるデザインです。ベッキオ橋というのは古い橋という意味のようで、橋の上に建物が並んでいるのがとても珍しいです。とはいえ、実はパリのセーヌに架かる橋などでも昔の絵を見ると、橋の上には家が並んでいたようです。もちろんこんな風に今もそのまま残っているというのは貴重ですね。ベッキオ橋というとプッチーニのオペラの一節が浮かんでくるという方もいらっしゃるでしょう。橋の上には貴金属店が並んでいますが、これもメディチ家の時代からの伝統のようです。さて今日はアカデミア美術館に来ています。お目当てはもちろんこの彫刻、ミケランジェロが作ったダビデ像です。西洋美術の主題について私は決して明るい方ではないんですが、ダビデは旧約聖書の登場人物、羊飼いの美少年だったところをイスラエルの王に見出されたそうです。イレニュとフランス語が聞こえてきました。彼裸ねと。ダビデは敵の最強戦士巨人ゴリアテに丸腰で戦いを挑み、石を投げて額に命中させて倒したのだとか。というわけでこのダビデも美少年で丸腰、石を持っている像として表現されています。ダビデ像の前には奴隷のギャラリーというのがあって、ミケランジェロの未完の彫刻が並んでいます。巨大な石の塊からもがきながらこの世に現れるような肉体、そこにはまるでミケランジェロの生みの苦しみそのものが見えるようで、未完成だからこその圧倒的な迫力を感じます。アカデミア美術館からドゥオモの方へ行く道の途中でちょっと気になるお店がありました。中に入ってみると、奥にはアトリエがあって、職人さんが快く作業を見せてくださいました。フィレンツェならではの伝統工芸、モザイクの老舗です。このお店には日本人のスタッフの方がいらっしゃって、親切に作業の内容を説明してくれました。天然石そのものの色を生かして風景が描かれています。宝飾品のような見事なアンティーク作品もありました。さてドゥオモ、サンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂に到着。何度見ても圧倒的な美しさを誇る建物です。今日はこの中に入ってみたいと思います。先ほどモザイク職人さんの制作風景を見たせいがあるかもしれませんが、とにかくこの床の見事さに目を奪われます。大理石を使ってこんな多彩なデザインを表現している。何百年も前の人が手がけたものなのに、なんだかとてもモダンな感じがしませんか？この建物を作るのに一体どれほどの人々が精魂込めて時間を費やしたのだろうかと思うと、ちょっと気が遠くなります。
足元ばかり見ていてはいけませんね。クーポラの内側に描かれたフレスコ画がまた圧巻です。ミケランジェロの弟子であるジョルジオ・バザーリの仕事で、テーマは最後の審判です。さて、観光ってお腹が空きますよね。今日のランチは中央市場で取りたいと思います。フィレンツェ市民の台所、中央市場にはいろいろな食材を扱う店が軒を連ねていますが、その上の階にフードコートがあることを今回初めて知って試してみることにしました。ここにもたくさんの選択肢があって目移りしてしまうのですが、旬のトリュフの香りに惹かれて、トリュフ専門店のパスタをいただくことにしました。香りをお伝えできないのが本当に残念ですけれど、もう恍惚としてしまうようなトリュフの香り、本場イタリアならではの生パスタの食感も最高です。食後にはもちろんエスプレッソ、これがなんと1杯1ユーロというのですから、コストパフォーマンス抜群です。毎日でも通いたくなるようなフードコート、味はもちろんなんですが、なかなか気の利いたイラストがそこかしこで目に入ってきます。みんなが笑顔になれるような元気で陽気な場所、とても気に入りました。さて、お腹が満足したところで美術散歩を続けます。目指すのはこちら、サンロレンツォ聖堂です。ここはもともとフィレンツェの中でも特に由緒のある教会のようですが、ルネッサンスの時代にはメディチ家の聖堂になり、歴代の当主が埋葬されるようになったそうで、天井が十字架のように交差する真下の部分、祭壇の前にコディモ・ディ・メディチが祖国の父という言葉とともに眠っています。あれ、どこかで見たようなとお思いになりませんか？実はこれ、レオナルド・ダ・ヴィンチが修行したベロッキオ工房で作られたもので、この装飾が後のダ・ヴィンチ作品、前回のウフィッティ美術館でご紹介したこちらの絵に影響を与えていると言われています。そう思ってみると、なるほどですよね。見どころはこれだけではありません。聖堂を拡張して建てられたメディチ家礼拝堂、建物の裏側に回って別の入り口から入場券を改めて買って入ります。どうです？外からは全く想像がつかない別世界に舞い込んでしまった気がしました。床と壁面のすべてが色大理石と半奇石とで飾られています。それにしても他に誰も人がいません。なんという幸運でしょう。まるで玉手箱の内側に自分がいるような感覚です。この礼拝堂を制作するために専門の工房が設立されたそうですが、さもありなんですね。メディチ家の紋章も当時支配下にあった町の紋章などもすべて半奇石や大理石のモザイクで作られています。こうなるともう壮大な石の芸術品と言えるのではないでしょうか。礼拝堂の奥にはまたさらに貴重なお宝があります。
ロレンソ・ディ・ピエトロ・デ・メディチとジュリアノ・デ・メディチの霊廟でミケランジェロの作品で飾られています。横たわる4体の彫像はそれぞれ夕暮れとあけぼの、夜と昼がテーマになっています。後の時代の芸術はこうした作品をお手本とするマニエリスムになっていくようですが、ミケランジェロの仕事はこの時点である種芸術の頂点を極めたと言えるのかもしれませんね。そしてもう一箇所、ここはぜひとも体験しておきたいと思ったところがあります。ベッキオ宮殿です。中庭の装飾も本当に素晴らしいんですけれども、私のお目当てはこちら、500人広間です。天井までの高さ18メートルという巨大な箱のようなこの広間で、実は500年ほど前、後にも先にもこれ以上ないというくらいの頂上対決が繰り広げられていたのです。東の壁をレオナルド・ダ・ヴィンチ、西の壁をミケランジェロが同時に描くというもの。残念ながら2人の共作は未完のままになってしまい、その上にバザーリが絵を描いて現在の姿になっているそうです。当時50代になっていたダ・ヴィンチと20代のミケランジェロ、親子ほど年の差がある2人が同じ空間でそれぞれの力を競い合う。想像しただけでもワクワクしますが、フレスコ画のような素早く仕上げなくてはいけない絵が得意ではなかったダ・ヴィンチの気持ちはいかばかりだったことでしょう。歴史にもしもはないと言いますが、未完成でも2人の絵がそこに残っていたとしたらと、ついそんなことを思ってしまいます。ベッキオ宮殿の中には他にも見事な部屋や芸術作品がたくさんあって、ご紹介しようと思うとキリがありません。ちょっと面白いなと思ったのはこちらの地図の部屋。ルネサンスの時代、地図というのは最も貴重な情報だったかもしれませんね。そんな時代の世界各地の地図、お隣のフランスなどは小さな町まで克明に記されています。そして日本の地図もあるということで探してみましたら、端っこの方にありました。しかもご覧のような形。噂には聞けどさぞかし未知なる国だったのでしょう。ドゥオモの屋根が見えています。くめども尽きぬ泉、知れば知るほどその奥深さに際限のないことがわかる。フィレンツェとはそんな街だなと感じました。